RX78 開発の歴史。 RX78 シリーズとは V 作戦によって開発された地球連邦軍の8機の試作型モビルスーツ RX78 ガンダムの機体群です。宇宙世紀0079-4月1日、地球連邦軍においてモビルスーツの開発と量産化、モビルスーツの運用を前提とする専用母艦の建造、モビルスーツの運用方法の確立を目的とする V 作戦が開始されました。先行してモビルスーツに対抗するための研究を進めていた RX 計画も統合されたほか、 V 作戦の開発主任は新進の工学博士デムレイが務めることとなりました。この V 作戦によってモビルスーツ用の統一規格コックピットコアブロックシステムや対モビルスーツ用戦闘車両 RTX44 のリファイン機で連邦軍初のモビルスーツである RX75 ガンタンクが完成。さらにザク2をはじめとしたジオン軍のモビルスーツを参考にしつつも、モビルスーツの汎用兵器としての側面からザクとは異なる形で連邦軍のモビルスーツ運用法が模索された結果、支援用モビルスーツの RX77 ガンキャノン、そして汎用白兵戦型モビルスーツの RX78 ガンダムの開発が成功しました。こうして V 作戦によって開発された RX78 はテレビ版及び劇場版機動戦士ガンダムではアムロレイが登場した1機しか登場しませんでしたが、小説版機動戦士ガンダムでは複数機の存在が明かされ、アムロのガンダムは RX78 の2、つまり2号機という設定になりました。さらにその後ガンダムセンチュリーやモビルスーツバリエーションにて全部で8機存在すると設定されました。この8機の RX78 について現在は一般的に1号機から3号機までがファーストロット、それ以降がセカンドロットと区分されており、様々な作品を経て現在7号機までの詳細が明確に設定されています。今回はそんな RX78 シリーズの開発の歴史を解説させていただきます。まず一番初めに開発されたのが RX78 の1プロトタイプガンダムとなります。本機は RX78 ファーストロットの初期仕様で RX78 ガンダムの原型にあたる機体です。ガンダムの試作型や RX78 プロトタイプという設定ですが、これは書籍ガンダムセンチュリーで初めて登場しました。この時のデザインは下半身塔がジムに類似した機体形状になっていて、アンテナは V 字型ではなく頭部側面に2本のアンテナを装備しているのが特徴的です。このデザインは後にマスターアーカイブモビルスーツの1号機 RX78 の1ロールアウト時やMSD のガンダムロールアウトカラーという形で流用されていくことになります。その後モビルスーツバリエーションで本機は明確に設定され、現在の姿であるアムロのガンダムの色違いのようなデザインとなりました。こちらは書籍機動戦士ガンダムガンダムアーカイブによると、テレビ版のオフィシャル企画書用のガンダムの準決定項を試作型として設定に取り込んだものということが明かされています。ちなみにモビルスーツバリエーションプロトタイプガンダムの説明書によると、アムロの登場した RX78 の2号機も当初は1号機と同様の初期仕様だったという設定が存在します。この設定を受けてかオリジン版では初期デザインの RX7802 ガンダムロールアウトカラーが登場しています。このように本機に施された改修のタイミングやカラーリングの変遷については資料によってばらつきがありますが、現時点でのベースになると思われる設定は2つ存在します。1つはプラモデルモビルスーツバリエーション144分の 1RX78 の1プロトタイプガンダムの説明書の解説。そしてもう1つは魂ウェブのモビルスーツバリエーションの設定交渉企画に参加された小田正宏氏の協力をもとに書き起こされたプロトタイプガンダムロボット魂バージョンアニメ向けモビルスーツ開発記録の解説です。まず本機の開発に際してはルナ2やオーガスタなどの数カ所で部位別に製造が進められた後、最終的に南米ジャブローで全体の製造と実動試験が行われています。この時ジャブローでロールアウトした全8機の RX78 はモビルスーツバリエーションでは初期試作型と分類されており、構造強度試験や機能試験をそれぞれに行う都合上、細部の設計が少しずつ異なっているとされています。そして8機のうち1号機と2号機はモビルスーツバリエーションにおいて中間武装型と分類される仕様に改修されました。この仕様では徹底した軽量化が図られるとともに、
宇宙空間での戦闘に耐えられるよう、腰部と膝に冷却ユニットが設けられ、足首アーマーにはスリット状の非正制御バーニアが複数設置されていました。また、大気圏突入のための耐熱フィールドシステムも装備されています。なお、書籍 MSVR ジオン編と MSVR アクショングラフィック編2では、フェイスマスクの際取りが若干面長な形状をした1号機のロールアウトタイプ1と呼ばれる仕様も存在します。ただし、本機がどういう活躍をしたのかは描かれていません。ちなみに、ウィキペディアには、これらの書籍内で、本機は宇宙空間で3日間のテストが行われていると記載されていますが、実際にソースと書かれている書籍を確認したところ、この内容が書かれていなかったので、この機体の活躍については不明です。こうして、1号機と2号機は、ジャブローでの様々なテストを経て、実戦テストのために、サイドセブンへ極秘裏に移送されます。その後、仕様改修を受けて、モビルスーツバリエーションで後期試作型と分類される仕様になります。この仕様こそがアニメに登場したガンダムの仕様となります。1号機プロトタイプガンダムの武装としては、アムロのガンダムである2号機同様、頭部バルカン砲、ビームライフル、ビームサーペル、ガンダムシールドを持ちます。ただ、ビームライフルは開発に最も難航した武装とされており、中間武装型では専用ビームライフル、ハンドショットガンタイプが実験的に使用されていました。当初は、ビームライフルを全満と一体化することが検討されていて、右腰には専用のホレスターが設けられていたようです。西部劇のガンマンスタイルといったイメージだったのかもしれません。しかし、最終的には、アニメに登場したビームライフルに変更されました。作中の活躍としては、モビルスーツバリエーションでは、完成した1号機は、サイドセブンでの実用試験を受けた後、機体が失われたという説があるものの真相は不明とぼかされていますが、マスターグレード G3 ガンダムの説明書などでは、ジオンのサイドセブン襲撃の際に破壊されたとされています。このように、アニメでは登場する前に破壊されてしまったプロトタイプガンダムですが、オリジン版では、ガンダム試作機1号として登場します。基本的には、オリジン版2号機前期型のショルダーキャノン装備と同様のものですが、黄色の専用カラーになっているほか、頭部以外がバイザーで覆われています。作中では、テストパイロットのベルツ隊が登場し、サイドセブンに侵入したザク2小隊に応戦。1機撃墜に成功しましたが、2機目を撃破する際に、至近距離からビームライフルを発射してしまったため、誘爆に巻き込まれ、コロニーの外壁に開いた穴から宇宙に放り出され、行方不明となっています。次に RX78 の2ガンダムについてです。アムロが登場することになった本機は、1号機とともに後期試作型に改修された後、サイドセブンにて実用試験を行います。しかし、ジオンのサイドセブン襲撃を受けることになり、アムロレイの上機となって以降は、ホワイトベースの艦載機として試作機でありながら、一年戦争を戦い抜き、連邦の白い悪魔と恐れられるほどの目覚ましい活躍を遂げていきました。次に、RX78 の 3G3 ガンダムについてです。RX78 シリーズのファーストロット3号機である本機は、装甲色、フレームソール部、排熱ダクトすべてがグレーで塗装されているのが特徴的です。G3 ガンダムは、最初、富野監督による小説版機動戦士ガンダムに登場した機体でしたが、その後、モビルスーツバリエーションで再設定され、様々な作品に登場することになります。まず初出である小説版では、テキサスコロニーにおけるララースンのカルエルメスとの戦闘で大破したガンダムから乗り換える形でアムロレイが登場します。この時は、まだ G3 ガンダムという機体としてではなく、単にガンダムの3番機として扱われており、劇中では単にガンダム、あるいは G3 と呼称されていました。初登場したパート11では、マグネットコーティングの処理が施され、反応速度が向上していますが、マグネットコーティング処理を行ったモスクハン博士曰く、120から 130% 機動性が良くなったが、これ以上性能を上げると、強烈な G で、パイロットの体が持たなくなるという可能性を示唆していました。その後実際に登場したアムロは、レーザー加速器が最新のものに換装されたことで、核融合炉が20から 30% 性能向上しており、さらに、マグネットコーティングも相まって、2倍近いパワースピードを獲得したかもしれないと述べています。そのため、小説版の G3 ガンダムは、
2号機よりも大幅に性能が高い機体として完成していることがわかります。作中ではクスコアルやシャリアブルといった敵対するニュータイプを次々と撃墜する活躍を見せますが、アバオは空にてシャアの考えを理解したアムロが戦闘を停止し、ソーラレイの攻撃が来ることをペガサスジュニアに伝えようとレーザーセンサーを発信したところ、ルロイ・ミリアムらが彼2機のリックドムの攻撃を受けて撃墜されてしまいました。一方、モビルスーツバリエーションでは小説版の描写をベースにしながら本編に合わせて再設定されました。機体名も G3 ガンダムと新たに名付けられ、以後はこの設定が基本となっています。なお G3 ガンダムは最初から後期試作型として完成していた機体ですが、モビルスーツバリエーションプロトタイプガンダムの説明書によると、ジャブローでの完成当初は2号機のデモカラーに塗装されていたものの、後に最終版のカラーリングになったことが明かされています。つまり1号機と2号機がサイド7でテストを行い、後期試作型に改修された時点ではジャブローに格納されており、2機のテストのフィードバックを受けてジャブローでデモカラーのまま完成。そのカラーリングだけ変更したとわかります。モビルスーツバリエーションでの G3 ガンダムは1号機と2号機とは遅れてサイド7に搬入された後、ジオンの襲撃を受けることとなりますが、その後の経緯は資料によって異なります。一つ目は2号機の補修用パーツ供給機としてホワイトベースに搭載された後、ヨーロッパのオデッサ作戦の前後に改修されて、ガンダム NT1 アレックスやガンダム4号機、5号機の開発を行っていた大型研究所に移送されたとする説。2つ目はサイド7で消破して回収され、宇宙用サイルナ2に移送されたとする説。3つ目は外周哨戒中の連邦軍艦隊がサイド7から残骸となった RX シリーズの部品、部材を全て回収し、その中のガンダムの余剰パーツから復元されたとする説。このように様々な記述が見られます。ただし、どの説も最終的にはモスクハン博士によってマグネットコーティングのテストベッドとして回収され、小説版同様、マグネットコーティング処理や反応炉用のレーザー加速器の交換を受けたことで性能が向上したという流れにつながっていくようです。また、その後の扱いに関しても媒体によって細かい差異があります。モビルスーツバリエーションではアムロが乗り換えたとする説も強いと、小説版の経緯もぼかした形で盛り込んでいて、具体的に G3 ガンダムがテレビ版や小説版のどの機体に当たるのかはっきりしていません。ただ、後にアバオは空戦を描いたアトラクションガンダム・ザ・ライドではペガサス級5番艦ブランディバルの艦載機として登場し、ジャック・ザ・ハロウィン隊のジャック・ベアード注意のジムの着艦時に接触事故を起こし破損してしまう姿が描かれました。またガンダムイボルブダブルドットスラッシュ視点ではガンダム・ザ・ライドのその後としてアバオは空戦の9日後の暫敵掃討作戦の際に G アーマーの状態で投入される姿が描かれました。また漫画「機動戦士ガンダムシャーズ・リレイティッド・アフェア若き彗星の肖像」ではホワイトベース2に配備され、七井ミゲルの兄ジョルジョ・ミゲルが登場してジオン残党狩りに投入される姿が描かれていました。さらに漫画 G の影人では主役機 G の影人のベース機とされており、主人公リョウガの兄ヒューガが連邦軍から奪取した本機を回収して G の影人となったとされています。このように様々な媒体で登場する G3 ガンダムですが、面白いことにマスターグレード G3 ガンダムバージョン 2.0 の説明書ではこうした外伝漫画の設定の一部を巷に流布する遺説として紹介されているので、 G3 ガンダムの一年戦争後の動向に関してはあくまでぼかされているものと考えるのが良さそうです。このように V 作戦の要となる RX78 ガンダムとして開発されていったファーストロット3機に対し、また違ったアプローチをされた機体がありました。それがセカンドロットと言われる4号機から8号機です。これらの5機はジャブローで製造された後 RGM79 ジムの素体として使用されていました。しかしプロトタイプガンダムが完成した時点ですでにジムの基礎設計が完了していたため、武装やソフトウェアなどの試験運用などに用いることが検討されるようになります。そんなセカンドロットの5機の中からまず RX78 の4ガンダム4号機と RX78 の5ガンダム5号機についてです。この2機は当初のモビルスーツバリエーションの設定上はデザインが存在せず、ジムの素体として使用されていたことや
星1号作戦でホワイトベース級サラブレッドに搭載されたということが語られているのみでした。しかし、後にミッシングモビルスーツバリエーションで、新設定や大河原邦義によるデザインが追加され、アバオア空港防戦で活躍する姿が描かれます。さらに、後年には、プレイステーション2用ゲーム、機動戦士ガンダムガイデン宇宙、閃光の果てにで再び登場。加藤木はじめ氏によってリファインされた2機の活躍を見れるようになりました。モビルスーツバリエーションから連なる設定上、ジムの母体として使用されていたガンダム4号機と5号機ですが、ジムの完成によって目的を失った後、オーガスタ研究所のスタッフに渡され、一年戦争後半の宇宙船を優位に進めるべく、次世代宇宙用高機動モビルスーツ開発計画の実験機として改修されていきました。なお、4号機にはもう一つの設定が存在します。これは、魂ウェブのモビルスーツ開発記録で記述された内容で、当初の開発段階では、ガンダム4号機は、プロトタイプガンダムの初期構造設計機として製作された機体とされています。ここから FSWS 計画で運用するために、ガンダム2号機と同様の仕様へ変更し、さらに再設計してヘビーガンダムになったとされています。要するに、ガンダム4号機がヘビーガンダムになったという内容なので、モビルスーツバリエーションの設定とは全く異なるものですが、モビルスーツ開発記録の説明内には、公式設定と異なる場合があると書かれているので、これは、あくまで、モビルスーツバリエーションとは別ルートの設定と考えた方が良さそうです。ちなみに、ウィキペディアでは、漫画機動戦士ガンダムモビルスーツジェネレーションの設定で、ガンダム4号機は G4 計画のもとに、複数の部署で同時に開発された機体という記述があります。しかし、実際の書籍を確認すると、G4 計画は RX78G3 を母体とした開発計画と書かれてあるため、これは、G4 と4号機が混同した記述誤りだと考えられます。書籍マスターアーカイブ RX78 ガンダムによると、完成した2機は G3 ガンダムの仕様をベースとしているので、マグネットコーティングが施されており、さらにランドセルの換装とスラスターやプロペラントタンクの増設によって機動力が向上しています。また、コアブロックシステムはオミットされ、コックピットの射出機構のみになりました。その分、空いた胴体内のスペースを活用するべく、冷却機構をランドセルではなく胴体に移設して、熱核反応炉の排熱効率を上げたので、ジェネレーター出力が向上しました。さらに、2機は連携しての運用を前提とした設計が進められたので、4号機は高出力ビーム兵器の運用を前提に、5号機は実体弾兵器の併用を視野に入れた調整が行われます。また、それに合わせて、それぞれの冷却システムも調整されたため、4号機と5号機は、胸部インテークの冷却フィンの形状が異なります。こうして完成した2機は、それぞれ特徴的な専用兵装を持ちます。まず、4号機の専用兵装としては、高出力ビーム兵器、メガビームランチャーを持ちます。4号機本体のジェネレーターのみでは稼働できず、補助ジェネレーターの追加装備が必要です。また、リミッターの解除によって威力を上げられるものの、その分、制御が不安定になるというデメリットも存在します。そのため、実戦を通じて調整を続ける事態になってしまっています。5号機の方は、4号機のメガビームランチャー発射を援護するという役割を担うため、信頼性の高い実体弾兵器、ジャイアントガトリングを装備しています。多数の敵機を攻撃するために、レドームセンサーや射撃安定用のサブグリップが装着されています。バックパック下部には、総弾数3000発のドラム型大型マガジンが装着されており、毎秒50発が発射可能です。2機の共通兵装としては、まずオプションとして、両肩にプロペラントタンクとスラスターが一体化したコンポジットタンクユニットを装備。そして、ランドセルには、プロペラントタンクを増設するショルダーユニットが装備可能です。なお、これらを搭載した形態は、ブースター装備と呼ばれます。ビームライフルは、2号機に比べて、出力が 20% アップしたハイパービームライフルを装備しています。ただ火力は上がったものの、再チャージにかかる時間が伸びるなどのデメリットもありました。そのため、後年の機体には、カートリッジ型のエネルギーパック方式が採用されていくことになります。両前腕部には、ビームガンユニットが搭載されました。ジェネレーター出力が向上した恩恵を受けて設置されたものですが、出力はあまり高くありません。プレイステーション2版の劇中では、
サラブレッドを旗艦とする第16独立戦隊に配備され、ルース・カッセル中尉が4号機に、フォルドロム・フェロー中尉が5号機に登場していました。通常のシナリオでは、グラナダを立った敵艦隊に対し、4号機がメガビームランチャーを使用することとなり、艦隊の殲滅には成功するものの、内部ジェネレーターが爆発。4号機は失われてしまいます。その後、5号機のみがブースター装備へと改修を施され、グラナダ特戦隊との死闘を戦い抜きます。また、イフシナリオでは、4号機の外部ジェネレーターが爆発直前に切り離されたことで、4号機を損失せずに済み、その後4号機、5号機ともにブースター装備へと改修されて、アバオア空戦に参加し、終戦まで戦い抜くこととなります。このように、セカンドロットシリーズの中でも、宇宙用に改修されて一年戦争を戦い抜いた4号機と5号機は、当初のモビルスーツバリエーションの時点から、星1号作戦に参加した機体という設定がありましたが、6号機から8号機に関しては、モビルスーツバリエーションでは、実戦参加記録が残されていないらしいとされていました。そのため、後から新たなストーリーが追加されていくことになります。まず、6号機 RX78 の6マドロックについてです。マドロックは、まず、4号機や5号機と同じく、ミッシングモビルスーツバリエーションにて、機体設定と大河原邦義によるデザインが与えられます。また、ゲーム、ジオニックフロント、機動戦士ガンダム0079にて、さらなる追加設定が与えられるとともに、片桐圭一郎氏によってリファインされ、新たに、マドロックという名が付けられました。また、後年のガンダムエース2019年9月号では、オーガスタ製であることが明かされました。ジムの母体となっていた6号機は、アムロの2号機によって得られたデータをもとに、ビームライフルの再チャージの間の火力低下を防ぐため、固定武装の強化を図るというコンセプトで再設計されました。そのため、本機も4号機、5号機と同様にコアブロックシステムがオミットされています。なお、このコンセプトは、後の FSWS 計画のモビルスーツにもつながっていくことになります。マドロックは、両肩にキャノン砲を装備し、装甲も強化されているほか、機体重量増加の対策としてパワーユニットが搭載されています。また、初陣となるジャブロー防衛戦で出撃した際、パワーユニットを損傷して戦闘不能に陥ってしまったため、修理の際に、スラスター内蔵型の肩アーマーと脚部ホバーユニットが追加されたことで完成状態となりました。武装としては、まず、低反動の 300mm キャノン砲が両肩に装備されています。ミッシングモビルスーツバリエーションでは実弾兵器、小説版ジオニックフロントでは、ビームキャノンとされる兵装です。なお、ビームキャノンは、冷却システムの問題から、従前に性能を発揮できず、完成状態でも、70% の出力に抑えた状態で運用されていました。ビームライフルは、マドロック用の試作品で、長射程のキャノン砲をカバーする近射程のものなので、重心が短くなっています。ただし、ゲーム版ジオニックフロントでは、2号機や陸戦型ガンダムと同様のビームライフルを装備することもあります。他に、両腕には4連装グレネードランチャーを装備。また、キャノン砲の側面に2本のビームサーベルを装備しています。作中では、マドロック開発の中心人物でもあるエイガー少尉が登場。ジャブロー防衛戦では、エイガーの独弾から未完成状態で実戦投入されますが、ジオンの特殊部隊闇夜のフェンリル隊と交戦し撃破されます。また、その後、修理を経て完成状態となった上で、闇夜のフェンリル隊との再戦に挑みますが、こちらも撃破されてしまう結果となりました。次に RX78 の7ガンダム7号機についてです。本機は6号機と同じくミッシングモビルスーツバリエーションで新設定とともに大河原邦義にデザインされたものの456号機がリファインされてゲームで登場していく中、長い間設定のみにとどまっていた機体です。しかし PS3 用ゲーム機動戦士ガンダム戦記にて追加設定とともに加藤はじめ氏にリファインされて登場しました。ミッシングモビルスーツバリエーションでは設計段階で終戦を迎えたとされていた機体ですが、ガンダム戦記では戦後に完成したものという設定に変更されています。ジムの母体となっていた7号機は他のセカンドロットシリーズ同様何らかの改修が施される予定でしたが、一年戦争当時は設計段階の基本フレームが組み上がるかどうかの状態だったため、実戦には投入されずに終戦を迎えることになります。そしてその後も開発が続けられた結果、
宇宙世紀0080末に起動テストの段階まで到達。さらにオーガスタ基地にてテスト運用や調整が重ねられた結果、翌年の0081月にはジオン残党の水天の涙作戦阻止のためファントムスイープ隊に隊長機として配備され、実戦投入されることになります。つまりセカンドロットシリーズの中では唯一一年戦争終戦後に完成した機体ということになります。本機はマドロック同様、設計段階から FSWS 計画に組み込まれていたため、追加装甲を装備する前提で開発されているので、機体各所にマウントラッチや各種インターフェースのオプションポートが備わっています。しかしマグネットコーティングを標準装備、さらに高出力ジェネレーターへ刷新され、機体各所にサブスラスターを配置する等の新規設計によって総合性能が大幅に向上しているので、ガンダム NT1 と同等の高い機動性や運動性を誇ります。しかしそれでいて分厚い装甲による高い防御力の確保にも成功。さらに豊富な兵装と大火力の火器を運用可能なジェネレーター出力も確保されています。バックパックは RX78 タイプのバックパック構造を踏襲しつつも、個別にコントロール可能な6機のバーニャを搭載。これにより高い推力を確保しています。また胸部はユニットと一体化したブロック構造を採用しているので、追加装備を施すことが可能です。なお本機もコアブロックシステムは搭載されていませんが、コックピットには試作型の全天周囲モニターが採用されています。武装としてはまず7号機専用ビームライフルを持ちます。一年戦争当時のものよりも射程や速射性が向上しています。また7号機専用のシールドは G ラインと共通規格ですが、シールド下部の装甲板に横一文字の突起が追加されています。また7号機は FSWS 計画の流れを引き継いでいるため、2つのフルアーマー仕様が存在します。まず1つ目がファーストアーマーです。このファーストアーマーを装着した形態はフルアーマーガンダム7号機とも呼ばれます。フルアーマーガンダムの流れを組んだデザインになっており、 FA78 の1フルアーマーガンダム、 FA78 の2ヘビーガンダムに続く FA78 の3フルアーマー3号機とも呼ばれます。増加装甲パーツにもサブジェネレーターを装備し、さらにスラスターも多数追加。さらにモビルスーツの質量中心である腰部にアンバック作動子となるテールスタビライザーを増設することで、機体の加速性は飛躍的に改善されています。そのため RX シリーズのハイエンドモデルにして後付けのフルアーマーではない完成されたモビルスーツとなるよう設計されています。武装としては腕部に2連装グレネードランチャーとビームスプレーガンが選択式で装備できるようになっています。なお大河原版ではさらに上から2連ビームスプレーガンも装着可能です。また両脚部に3連ミサイルポッドを内蔵。さらに胸部装甲に2連ミサイルポッドも内蔵しています。また右肩に長距離ビームキャノンを装備しており、標準的なビームライフルの2倍の射程を誇ります。2つ目のフルアーマー仕様はフルアーマーガンダム7号機にさらにセカンドアーマーと呼ばれる武装キャリアと増加装甲を一体化したユニットを装備した形態重装フルアーマーガンダムとなります。単体のモビルスーツに戦艦やモビルアーマー並みの火力装甲を与えることを目的とした機体であり、武装面では機体右側にロングレンジのメガビームキャノン、両腰部に中距離用ビームキャノン、ハイブスラスターユニットに8連ミサイルポッドを追加したことにより遠中距離での火力が強化されています。長距離高速移動用の大型スラスターやプロペラントタンクなどが追加されているので、推進力と移動速度が確保されていますが、小回りが利かないため格闘戦には向きません。そのため実際の運用としては大出力スラスターによって前線まで移動した後、メガビームキャノンでの攻撃を行い、中距離戦に入ったらセカンドアーマーをパージしてファーストアーマーで戦闘。さらに接近戦を行う際にはファーストアーマーの一部をパージし、ガンダム7号機の状態で格闘戦を行うなどといった戦法が想定されていました。ガンダム戦機ではファントムスイープ隊のユーム空路注意が本機に登場しました。水天の涙実行のために月のマスドライバー基地に向かったジオン軍残党を阻止するべく重装フルアーマー形態で出撃。部隊を撃破した後、マスドライバー基地での最終決戦を繰り広げています。このように8機が製造された RX78 シリーズ。ファーストロットである
1から3号機はアムロのガンダムの活躍の流れに沿った形となりました。そしてジムの完成とともに開発目的を失ったセカンドロットはそれぞれが新たな発展機を目指して再設計されました。その結果、宇宙用高機動モビルスーツとなった4号機と5号機、後のフルアーマー計画にもつながる固定武装の強化を目指した6号機マドロック、そして一年戦争後の技術で開発された RX78 の発展機ともいえる7号機、これらの機体が存在しています。しかし不思議なことに8号機に関しては書籍ガンダムセンチュリーやモビルスーツバリエーションでその存在が言及されているものの、現在に至るまで設定やデザインは追加されておらず、具体的な実態は謎のままとなっています。7号機までは後からデザインや設定が作られていることから、8号機もいつか明かされる日が来るかもしれません。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。